年金は65歳でもらわずに、70歳まで我慢すれば、受給額が 42% も増えるから絶対にお得だ。最近、雑誌やネットニュース、YouTube でも、こんな言葉をよく目にしませんか？いわゆる繰り下げ受給の推奨です。確かに、数字の上ではその通りです。日本の年金制度は、受け取りを遅らせれば遅らせるほど、1回あたりの受給額が増える仕組みになっています。長生きすればするほど、トータルで受け取る金額は多くなり、長生きリスクへの最強の保険になると言われています。人生100年時代、90歳、100歳まで生きるかもしれない。それなら、少しでも年金を増やしておきたい。そう考えるのは、非常に合理的ですし、私もその考え自体は否定しません。制度として、非常に優秀なオプションであることは間違いありません。しかし、ここには一つ、多くのメディアが見落としている、あるいは、あえてさらっと流している、巨大な落とし穴があります。それは、待っている間の生活費をどうするか、という、あまりにも現実的で、切実な問題です。今日は、制度上の損得の話はしません。もっと大切な、あなたの生活の安全性の話をします。年金が増える70歳というゴールにたどり着く前に、手元の資金が枯渇してしまったり、日々の不安でメンタルが崩壊してしまったりする空白期間のリスク、そしてそれを乗り越えるための唯一にして最強の防具である現金クッションの作り方について徹底的に具体的に解説します。特に新NISAなどで資産運用をしている50代の方、運用しながら取り崩せばいいやと軽く考えていると、取り返しのつかない事態になりかねません。50代の私たちが、老後貧乏に陥らないために、絶対に知っておくべき内容です。ぜひ最後までお付き合いください。こんにちは。お金と自由の航路へようこそ。では早速、本題に入りましょう。まず、皆さんに想像していただきたい、怖いシナリオがあります。ご自身の今の状況に置き換えて、シミュレーションしてみてください。あなたが65歳で定年退職を迎えたとします。再雇用で働く選択肢もありましたが、体力のこともあり、完全にリタイアすることにしました。そして、世間のアドバイス通り、年金は70歳まで繰り下げるぞ、と決意しました。5年間待てば、受給額が 1.42 倍になるからです。しかし、この決断の意味を、リアルにイメージできているでしょうか？ここからの5年間、あなたの勤労収入はゼロです。そして、年金収入もゼロです。完全なる無収入期間がスタートします。この5年間、日々の生活費はどうしますか？スーパーでの買い物、光熱費、医療費、固定資産税、これらすべてを、これまであなたが汗水垂らして貯めてきた老後資金貯金や新NISAを取り崩して支払うことになります。ここで具体的な数字を使ってどれくらいのスピードでお金が減っていくのか見てみましょう。仮に夫婦2人でつつましく暮らして毎月の生活費が25万円かかるとします。これでもゆとりある老後とは言えない金額かもしれません。年金が出るまでの5年間、毎月に15万円があなたの口座から確実に出ていきます。計算してみましょう。25万円 ×12 ヶ月、年間300万円。300万円 ×5 年間、1500万円。なんと、年金をもらい始める前に、1500万円もの資産が手元から消えてなくなる計算になります。2000万円貯めたとしても、残りは500万円。3000万円貯めていても、半分が消えます。どうでしょう？頭では後で増えるからと分かっていても、実際に毎月毎月、通帳の残高が30万、60万、90万と減っていく様子を見るのは、想像を絶するストレスです。このまま減り続けたらどうしよう。自分はあと何年生きるんだろう。やっぱり65歳からもらっておけばよかった。そんな後悔が夜な夜な頭をよぎるようになります。
これが空白期間のメンタルブロックです。しかし、本当の恐怖はここからなんです。いやいや、今は新NISAがあるじゃないか。2000万円を年利 4% で運用しながら取り崩せば、資産はそんなに減らないはずだ。そう思っている方、実は、あなたのような方が一番危険なんです。なぜなら、市場は常に右肩上がりではないからです。もし、あなたが67歳の時、あと3年我慢すれば年金が出る、というタイミングで、リーマンショック級の大暴落が起きたらどうしますか？株価が 30%、40% と暴落しました。あなたの虎の子の2000万円の投資信託は、一瞬にして1200万円や1000万円に目減りします。画面上の数字が激減して、顔面蒼白になっているとき、それでも毎月に15万円の生活費は、容赦なく請求されます。待ってはくれません。あなたは、暴落して価値が下がってしまった投資信託を、生活のために、泣く泣く売却して、現金化しなければなりません。これは投資の世界で、シーケンス・オブ・リターン・リスクと呼ばれるリタイア前後で最も避けるべき事態です。例えば、基準価格が1万円の時に一口売れば1万円になりますが、暴落して5000円になったら、同じ1万円を作るために2口売らなければなりません。資産を取り崩すスピードが倍速になってしまうんです。安い時に株を売るというのは、資産の寿命を劇的に縮める自傷行為です。一度これをやってしまうと、その後、株価が回復しても、あなたの資産はもう元の水準には戻りません。売ってしまった元本は、返ってこないからです。年金を増やそうと欲張った結果、受給開始前に資産を食い潰してしまう。これが、繰り下げ受給に潜む最大の落とし穴なんです。では、どうすればいいのでしょうか。リスクが怖いから、繰り下げは諦めて、65歳からおとなしく受け取るべきでしょうか。いいえ、諦める必要はありません。準備さえしていれば、防げます。暴落が来ても、資産を守りながら、70歳まで安全にたどり着くための最強の防具。それが、今日お伝えする現金クッションです。現金クッションとは何か、一言で言えば、年金が出るまでの空白期間を、投資資産に手をつけずに乗り切るための、専用の現金のことです。ここで言う現金とは、銀行預金や MRF、個人向け国債など、元本保証されている資産のことです。なぜ現金なのか。それは、現金には、価格変動リスクがないからです。株が半分になろうが、100万円は100万円です。この変わらない価値こそが、あなたのメンタルと資産を守ります。具体的な作り方を、3つのステップで解説します。ぜひ、電卓を用意して、ご自身の数字を当てはめてみてください。ステップ1、空白期間の不足額を計算する。先ほどの例で言えば、65歳から70歳までの5年間、生活費が月に15万円なら、合計1500万円が必要でしたね。もし、再雇用などで少し働く場合、例えば、月15万円の収入があるなら、不足するのは月10万円です。10万円 ×12 ヶ月 ×5 年で600万円。これがあなたが年金受給までに確実に消費する橋渡し資金の総額です。ステップ2、その金額を現金で確保する。ここが最も重要で、多くの人が間違えるポイントです。この600万円や1500万円というお金は、絶対に投資に回してはいけません。1000万円以上も現金で寝かせておくの。インフレに負けるし、運用しないともったいない。そう思うお気持ちはわかります。これまでの常識では現金は機会損失と言われてきました。しかし、このフェーズでは違います。この現金は利益を出すためのお金ではありません。暴落時に老媒有利しないための防波堤であり、安心して70歳を待つための精神安定剤なんです。全額とは言いませんが、少なくとも最初の3年分、できれば空白期間の全額に近い額を、
現金として確保してください。ステップ3、暴落時はクッションを使う。現金クッションを用意したらどう運用するか。基本的には株価が順調な時は投資信託を少しずつ取り崩して生活しても OK です。これを定率取り崩しと言います。現金は温存しておきます。しかしニュースで〇〇ショック、株価暴落と騒がれたら即座に取り崩しをストップします。そして用意しておいた現金クッションを使って生活するのです。今は株が安いから売らない。その代わりクッション貯金で食いつなごう。そうすれば株が安い時に売るという最悪の行動を回避できます。嵐が過ぎ去って株価が戻るまでじっと待つことができるのです。2年から3年もすれば大抵の市場は落ち着きを取り戻します。そのための数年分の現金なんです。これこそが50代60代に不可欠な二刀流の資産管理術です。長期で増やすための投資エンジン、新NISA。暴落から生活を守るための現金クッション、預金。この2つが揃って初めて、私たちは安心して繰り下げ受給という長期戦に挑戦することができるのです。いかがでしたでしょうか。繰り下げ受給はお得という言葉だけを信じて、丸腰で戦場に出るのは危険です。自分の身を守るための鎧を着てから出陣してください。今日からの一手。まずは年金定期便と家計簿を用意して、以下の3つを確認してください。1、自分が引退してから年金をもらうまでの期間は5年だ、3年。2、その間の生活費総額はいくら、固定費プラス予備費。3、その金額を現金で用意できそうか。もし計算してみて、現金ではとても足りない。投資を崩さないと生活できない。という場合は、無理に70歳まで繰り下げるのではなく、68歳に早めるとか、週3日だけアルバイトをして現金の減りを遅らせるとか、あるいは65歳から受給を開始するといった微調整が必要です。一番大切なのは、計算上でいくら得するかではありません。空白期間に枕を高くして眠れるかどうかです。老後の幸せは通帳の桁数ではなく心の平穏で決まります。計算機上の正解よりもあなたの安心を優先してください。最後に改めてお伝えしますが、投資や年金の判断は個別の家計状況、健康状態、家族構成によって正解が全く異なります。今日のお話はあくまで一般的な考え方ですので、最終的な判断はご自身の責任で行ってください。不安な場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、個別のシミュレーションをしてもらうのも、賢い選択肢の一つです。今日の動画が、あなたの老後戦略、そして安心できる未来へのヒントになれば幸いです。役に立ったと思ったら、いいねボタンで教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。